じゃじゃん、博士です。今回お話しするのは映画ハリー・ポッターと賢者の石。本編はもちろん名前だけでも知っている方も多いのではないでしょうか。かの有名なハリー・ポッターシリーズの第1作目です。この動画では中盤までのあらすじと鑑賞済みを前提とした感想パートの2部構成です。後半のパートの前には改めて注意喚起をするので各自ご自衛ください。階段下の物置部屋、そこがハリーの自室です。少し憧れる気持ちもありますが、普通はこんなところに追いやられたら察することがありますね。その通り、ハリーはこの家で虐げられながら生活を送っているのでした。いとこのダドリーは階段を降りる際田畑とわざと騒音を立てて嫌がらせをしたり、叔父のバーノンは口を開けば嫌味ばかりで、時には詰め寄って声を荒げたりします。個人的には一番苦手なタイプ。そして叔母のペチュニアにはやれあれをしろ、やれこれをしろとこき使われますが、彼女は基本的にダドリー命のためそちらに夢中という感じ。ダドリーやバーノンのようにハリーに直接的な害を与えることはあまりありません。そしてこの夫婦、行ってきますのチューをするくらい、実はめちゃくちゃラブラブ熱々の夫婦。そこだけは素敵ですと言わざるを得ません。こんな日々を過ごしているハリーのもとへ、ある日一通の手紙が届きます。送り主はホグワーツ魔法魔術学校。なんと魔法学校からの入学案内だったのです。しかし魔法学校には行かせたくないバーノンたち。何通も届く手紙を燃やし続けたり、荒れた海に浮かぶ孤島に引っ越してみたりしますが、そんなことで魔法学校が手を引くわけもなく、冷静に考えたらホグワーツは結構しつこかったな。俺はホグワーツ、諦めの悪い学校。ついにはホグワーツの鍵と領地の番人ハグリッドを派遣してハリーを連れ去ります。こうしてハリーはワクワクとした思いを胸にホグワーツの1年生としての学校生活を迎えるのです。このホグワーツ魔法魔術学校は全寮制であり、入学式で生徒それぞれの特性に合わせて4つの寮に振り分けられます。全寮制とかもう青春ですね。永遠の憧れです。何回やったことか。どこの寮か診断。勇気ある生徒はグリフィンドール、誠実な生徒はハッフルパフ、基地ある生徒はレイブンクロー、野心を抱く生徒はスリザリン。多面的なハリーはいくつかの寮に適性がありましたが、悪い魔法使い、通称闇の魔法使いを多く輩出しているのはスリザリンだという前情報を得ていたハリーはスリザリンを断固拒否。その結果、勇猛果敢な騎士道を掲げるグリフィンドールに入寮したのでした。ハリーには同じグリフィンドールの友達ができました。一人目は勉強家なハーマイオニー・グレンジャー。知識豊富で超真面目。その知識をひけらかすがゆえに周囲から疎まれがちな女の子です。両親は魔法の使えない人間であるハーマイオニー。成人済みの私からしたら新しい世界にワクワクして入学前に一杯勉強したのかな。知っていること話したくなるよねと愛おしい気持ちで一杯になるのですが、この年頃の子たちからしたらなんだこいつとなるのも理解できるので、なんだか胸がキュッとなってしまいます。そんな彼女が本作をはじめとしてどんな変化を遂げるのか楽しみですね。お次は先祖代々魔法使いで兄弟がめちゃくちゃいるロン・ウィーズリー。魔法界のことについてはおおよそロンが教えてくれます。ハリーの魔法界についての常識はロンの思想が多分に影響されているということですね。ちょっと意地悪なところもありますが、面倒見がよく良くも悪くもこの年頃な男の子です。そして魔法学校での生活での醍醐味は授業です。ほうきに乗って空を飛んだり、物を浮かせたり、怪しい薬を作ったり。けれど人生楽しいことばかりではありません。時には訪れる嫌なこと、その一つがこの嫌みったらしい先生です。怪しい薬を作る薬草学の先生であり、時には授業中みんながいる前でハリーに向かって「お前入学前から有名だからって調子こいてんじゃねえぞ」という内容。それはご丁寧にネチネチチクチク大人げないことこの上ないですね。調子こいているかはさておき、ハリーが実は有名人であることに変わりはありません。なぜかというと生き残った男の子だから。ハリーがまだ赤ん坊の頃、ヴォルデモートという自分に立てつくやつはみんなぶっしまくるというおっかない魔法使いがいました。ハリーの両親もヴォルデモートには従わなかったため、とうとうやつが家庭訪問にやってきます。パパは健闘むなしくご臨終。ハリーに魔の手が伸びたその時に、ママが自らの命を懸けてハリーへ愛の守りの魔法をかけます。大きな愛の力には勝てなかったヴォルデモートは、自分が放ったの呪文を跳ね返され、逆にやっつけられてしまいました。ヴォルデモートが消えたことで魔法界は歓喜に沸き、こうしてハリーは生き残った男の子として有名になったのです。
しかしこの話をしてくれたハグリッド曰く、ヴォルデモートは弱っているだけ、今も復活のチャンスを虎視眈々と狙っているとのこと。さて、そんな中でも3人の楽しい学校生活は続くわけですが、ひょんなことからとある部屋へとたどり着いてしまいます。それはダンブルドアから入っちゃいかんと言われていた部屋。入っちゃダメでしょ。じゃあたどり着いたとしても、そしてその部屋にはなんと頭が3つもある怖いワンちゃん。3人はギャーッと叫びダーッと逃げてすぐグリフィンドール寮へと帰りました。ハーマイオニーは、あんたたちと一緒にいたら命がいくつあっても足りない。下手したら退学だと怒り心頭。そんなハーマイオニーに、死ぬよりも退学の方が怖いのかよ。トロンは呆れるばかり。そしてハーマイオニー曰く、先ほどの頭が3つあるワンちゃんの足元には何やら怪しい扉があったそうな。果たしてこの扉の正体とは？そしてなんだか相性が悪そうなロンとハーマイオニーですが、この2人と共に、ハリーは一体どんな学校生活を送るのかというお話です。さて、このハリー・ポッターと賢者の石は8作ある映画作品の中の第1作目。ここから私たちも魔法の世界を覗き見し始めることになります。この魔法の世界は全くの別世界というわけではなく、私たち魔法の使えない人間が気づいていないもう一つのコミュニティという存在です。そんな私たち側だった主人公ハリーが11歳の誕生日を境に魔法の世界へと足を踏み入れる魔法学校冒険譚でございます。とても具体的に魔法の世界が作り込まれているため、私たちが気づいていないだけで本当にあるのではと思わされるくらいの現実味が見どころの一つです。そしてそれを支えている要素の一つ、リアルな人間関係にも注目してみると、あなたもハリポタ沼にはまるかもしれません。改めまして、あらすじパートのご視聴ありがとうございました。ここからは鑑賞前提で感想をお話ししていくので、まだ見ていないよという方はネタバレにご注意ください。まずこの最初のシーン、暗い夜の住宅街に、見るからに魔法使いなダンブルですよ。いかにもな、おひげ、ワクワクしないわけがありません。そして、ダンブルがしたことといえば街灯の火を消しただけなのに、高鳴る胸の鼓動は一体なぜなのか。マクゴナガル先生が猫から人へと変化する様子を陰で見せる演出もおしゃれでしたね。まさに最高の幕開けです。さて、こちらはハリーの階段下の物置部屋ですが、不謹慎だと承知の上で、私はとても憧れました。また、ハリーのスタートがこの部屋だからこそ、物語が進むにつれ活躍する彼の勇姿がより一層輝くのかなと感じます。このザ・海外ナイロアイのハグリッドのお誕生日ケーキもめちゃめちゃ可愛らしかったですね。ハッピーバースデーハリーの文字ですが、吹き替え音声だと誕生日おめでとうみたいな感じだったと思います。英語がわからなかった子供の頃は、ハグリッドが尻に敷いて文字が崩れたんで、このような演出がされているのかと思っていましたが、今考えてみると綴りが違ったんですね。と言っても、今自分も正しく書けるか怪しいところです。これは合っているんでしょうか？他にも、オリバンダーの店でのハリーのまつげのバサバサ感が素敵とか、オリバンダーの登場の仕方やってみたいとか、全部ちょうだいを人生で一度はやってみたいとか、いろいろと感想はあるのですが、序盤のシーンで一番お話ししたいのは、汽車のシーン、ハリーとウィーズリー一家の初対面です。ここで一家が、特にお母さんのモリーが、ハリーに優しくしてくれたからこそ、後の汽車の中でハリーとロンがすんなり仲良くなれたのかな、なんて思います。ハリーにとっては最初に出会ってちゃんと話をした同年代の魔法使いの男の子が、たまたまロンで、そのまま親友になっていくじゃないですか。もちろん、気があったという要素が大切だったとは思いますが、最初に出会って話をしたのがマルフォイだったら、なんてつい考えてしまいます。フォイ一家がハリーに気づいて、親しくしようとして優しく接し、汽車の中でもフォイが隣で、魔法使いの世界では血が大事、純血はとっても偉いんだ。君の両親も魔法使いで君も純血だから偉いんだよ。魔法の使えないマグルなんて蔑みの対象さ。なんて教えられたら、フォイなどスリザリンの生徒たちは身内認定した人には面倒見が良い印象があるので、フォイがハリーを取り巻きとして下に見るのではなく、親友として対等に接すれば、この頃のハリーは与えられた魔法界の知識をスポンジのように吸収していく嫌いがあるため、ダーズリー一家への憎しみも相まって、純血主義者になっていた可能性があるんじゃないかなと思ったり、思わなかったり、もしくは、ハリーの悪を跳ね返すメンタリティでフォイ構成ルートもあるかしら、と、たられば考えるのがめちゃくちゃ楽しいです。フォイは確かに意地悪なクソガキですが、個人的にはロンだってめちゃ良い性格なわけではないと思います。少なくともロン VS フォイは、ロンから喧嘩を売ってますからね。人様の名前を聞いて鼻で吹き出すのは普通に悪い。
ところでその喧嘩を中断させたマクゴナガル先生の美しいことと言ったらありませんでしたね。お仕事だとしてもホグワーツに来て一番最初にようこそホグワーツへって歓迎してくれるの、ホグワーツのまますぎますよね。マクゴナガル先生ほど気品にあふれた人、私は他に知りません。グリフィンドール寮の先生なのにエコひいきせずにグリフィンドールからガンガン点数を引いていくのも公正で素敵で面白すぎるし、クイディッチのこととなると少女のようにはしゃいじゃうのがもうとんでもなく可愛らしいんですよね。ハリーに放棄を送っちゃうし、ハリーをシーカーとしてウッドに紹介した時もお目目がキラキラしててキュンとしました。しかも授業が終わるのを待てずにクイレルからウッド拝借しちゃうし、ハリーを呼びに来た時の厳粛な態度の反面、内心ウッキウキなの考えると尊いです。さて、こちらは放棄の授業のシーン。ロンの上がれが勢いが強すぎて顔面強打しちゃったり、ネビルは地面を蹴ってないのに放棄が浮き出して爆走しちゃったじゃないですか。勝手な持論ですが、コントロールがうまくいかなかっただけで、2人の魔力が高いがゆえに起きたのかなと思うわけですよ。いや、ハリポタは本当に考察というか、妄想がはかどりますね。考察とは全然関係ないのがこちらの絵。私の元彼を思い出したんですよね。私がかつて恋愛経験がなさすぎて焦りを感じた時にプレイしていたイケメン幕末という大人気乙女ゲームが時々バグって、カレピッピの斎藤はじめが定期的に生首になったのを思い出しました。あとこのシーンは単純に絵面が好きです。ハリポタの季節のイメージって春夏秋冬の中でも冬のイメージが強いのはなぜなのでしょう。そして最高に個人的なお話なのが、ハーマイオニーが賢者の石についての記述を見つけたと言って持ってくるこの本について、初見当時とても憧れて、そこからずっと紳士ノートというレトロなデザインのシリーズの一番大きいものを使っています。さて皆さん、これが何の絵かわかりますか？そう、禁じられた森でのクイレル&ボルデモートです。見つかった時の逃げ方がなかなかにユーモラスで、思わず笑ってしまいました。ヒュンという効果音が聞こえてきそうな動き、当時真似してひとしきり遊びました。そしてもっともお話ししたいのがこの男、セブルス・スネイプ。ハリーの傷が痛むのも、トロールが校内に侵入したのも、クイディッチでの放棄の暴走も、ヴォルデモートのために賢者の石を狙っているのも、全部スネイプ先生でしょ。黒幕としてクイレルが目の前に現れても、ハリーは嘘だと叫ぶ始末。反対呪文で守ってくれてたんだから、少しくらい感謝の気持ちを表そうぜハリー。今思い返せば、クイディッチの時のスネイプ先生の瞳がとてもキラキラで必死な顔をしていて、とてもじゃないけど悪いやつには見えないんですよね。いえ、初見時には私もこいつやってんなと思って疑わなかったのですが、真相がわかればもう華麗なる手のひら返しをしますよ。今となってはヒーローが人を助ける時のお顔に見えるもの。不思議。でもスネイプ先生も態度が悪かったですよね。ハリーパパが嫌いだったとしても、ハリーへの意地悪はちょっと目立ちます。そりゃ勘違いもされますわ。そして最後のこのシーン、これスリザリンかわいそうすぎませんか？ハリーたちの勇気や頑張りに加点がされたのはわかります。でもじゃあ最初からグリフィンドールの飾り付けでいいじゃないですか。飾り付けの準備が大変で間に合いませんでした。ならまだわかります。だけどダンブルドアがパンと魔法で変えられるなら、最初からやってなさいよ。そんなぬか喜びさせることありますか？フォイの残念そうな表情には胸が痛みました。ということで、この動画があなたのハリポタ沼への第一歩になったら嬉しいです。面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。